こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。いつもより少し長い編集となっておりますが、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今回のサロンワーク動画では、まずは最初にアクリルのスカルプチャーで長さ出しをした後、なんと穴を開けて V カットストーンを埋め込んでいきます。それでは今回はですね、まず最初はマニキュアのオフからしていきます。今回は長さ出しをしていくので、地詰めはギリギリまで短くしていきます。それでは甘皮を押し上げていきます。爪の表面をサンディングしていきます。私はこの時ジェルネイルと同じでスポンジのファイルでサンディングをしています。爪の表面のツヤがなくなるぐらいに優しい力でかけています。爪の裏にバリを見つけたのでスポンジファイルで取り除いていきます。キューティクルニッパーを使って甘皮のケアをしていきます。この時私は甘皮の全切りを行っていないので、伸びすぎてしまっている部分だったり指周りの硬くなっている角質の部分や甘皮を押し上げた時に出てくる爪を作る時に出てくるルースキューティクルという部分があるんですけれども、そちらをしっかりときれいに取り除いていっています。それではスカルプチャーをつけていきます。まずはジェルネイルの時と同じでプレプライマーを爪の表面に塗っていきます。プレプライマーがしっかりと乾いてから、今回はですね、プライマーも塗っていきます。プライマーはアクリルの時以外にもジェルネイルにも使えるんですけれども、持ちをさらに良くしてくれる液体です。それではスカルプチャーをつけていきます。
まずはフォームの中央を裏に貼り付けます。これはフォームの硬さを出すためです。指の先端の形の丸みにフォームを合わせて切ります。切らないで装着してしまうとハイポニキウムのところに刺さって痛いので、必ず先端の形と同じ形に切ったら、フォームに爪のカーブと同じカーブを先につけておきます。カーブをつけてから爪に装着することで、爪のカーブとフォームのカーブが合いやすくなるので、隙間ができづらくなります。でね、このフォーム結構下がパカって剥がれちゃうことがちょこちょこあるので、ハサミでちょっと切り込みを入れて折り曲げて外れないようにしてます。で、お客様と一緒にメモリを見ながら長さを決めたらスカルプチャーをつけていきます。私よくサロンワークのスカルプチャーはワンボールスカルプチャーという1個のボールを根元に置いてそのまま先端まで長さを出すというスカルプチャーをね、よくやっているんですけれども、今回はナチュラルカラーとクリアの2ボールでスカルプチャーを作っていきます。事前にお客様にデザインをオーダーいただいてたんですけれども、そのいただいていたデザインが先端がナチュラルカラーで、上からラメグリッターがベースの色が透けるような感じでグラデーションで載っていたので、例えばいつもみたいにクリアのスカルプチャーをつけて、上からシアーホワイトなどでグラデーションをしてからラメのグリッターでもう一度グラデーションでももちろんいいかなとも思ったんですけど、どうせスカルプチャーで長さ出しをするなら、先端もともとナチュラルで作った方が厚みが出なかったりとか、表面の形は綺麗に作りやすいのかなと、作る前に頭の中でちょっといろいろ計算してみた結果、今回はナチュラルとクリアの2ボールでスカルプチャーをつけていくことを決めました。ピンチを入れるタイミングまではまだちょっと時間が早いので、もう一本アプリケーションしていきます。
一度爪の表面を触って確認して大丈夫そうだったので、フォームを外してピンチを入れていきます。両サイドから押していくんですけれども、少しまだ若干柔らかめかなっていう状態で私はピンチを入れていくので、ピンチちょっと時間かかってるタイプですかね、もしかしたら。ただ、強い力でギューって押し込めているわけじゃなく、カーブをつけたらそのついた部分で指を動かさないようにしてます。で、力を入れてギュッギュッって押し込んでるってよりは、一回キュッと内側に入れたら、そこのカーブでアクリルが固まるのを待つまで動かさないでいるというイメージです。なのでギュッ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 ってずーっと内側に押しているように、なんか動画だと見えちゃうかなと思ってちょっと説明を入れてみました。それでは他の指もアプリケーションしていきます。親指のピンチがまだなのですが、固まるまでもう少し時間がかかりそうなので、先に他の指を削っていきます。
まだ表面少し削り途中なんですが、親指のピンチを入れていきます。今回はちょうどいい感じにファイリングのところでこの施術音を取れたので、せっかくなので動画に施術音を活かしてみました。形はスクエアなんですけれども、このスクエアの角のところにキュッとした直角の角が残っているとお客様は生活するときに痛いので、少しだけ角を丸く取っていきます。後で上からジェルネイルを塗っていくので、スポンジファイルでスカルプチャーの表面をスムーズにしていきます。スカルプチャーだけで終わるときは綺麗に磨き上げますが、今日はジェルネイル塗るので磨き上げまではしないでスポンジファイルで整えていきます。そしてジェルネイルを塗る前になんと先端に穴を開けていきます。そしてこの1本目、今すでに開け途中なんですけれども、なんと久々にというか私よくやりますね。動画を撮りそびれておりましたので、途中から急遽動画を回しました。まずはピアスを開ける、ネイルピアスですね。を開ける用のビットで丸を描いてから形を整えるようにして、今回は開けてみました。先端に穴を開けるのは初めてなので、これが一般的なやり方なのか、みんながどうやって開けてるのかちょっと知らないんですけれども、こんな感じでね、先端にまん丸を開けてみてます。一度ピアス用のビットでまん丸く穴を作ったら、少し先端がコン型になっているビットで穴のところをね、直角じゃなくちょっと斜めにしてみてます。これはなんでかというとね、今日はここになんと V カットストーンを埋め込んでいきます。なので斜めになってる方が綺麗に埋め込めるのかなと思い、内側の壁のところを斜めにしてます。
V カットストーンがしっかりはまるか一回確認してみます。なんか大丈夫そうですかね。こんな感じでじゃあはめていこうかなと思うので、穴をもう少し整えて他の指も同じように穴を開けていきます。それではようやくここからジェルネイルに移ります。ライトを準備して、まずまたプレプライマーを地爪の部分に塗っていきます。プレプライマーがしっかり乾いてからベースジェルを塗っていきます。今回 V カットストーンの埋め込みを私初めてやるので、ラメグラデーションを先にした方がいいのか、V カットストーンを先に埋め込んだ方がいいのか、どっちなのかなと思いながら、V カットストーンを装着するとちょっと端のところ浮きというか、ちょっとストーンが出っ張るところができてしまうので、それをラメグラデーションを塗るときにちょっとなじませられた方がいいのかなと思い、先に V カットストーンを埋め込んでみました。今回はで、この穴のところにビジュージェルをつけて V カットストーンを入れて、一応裏一回確認して、あまりにもビジュージェルボコッとなってたら直してますし、あんま気にならないなと思ったらそのままハンディライトで仮硬化をしています。
それでは先端にラメグラデーションをしていきます。で、今回は V カットストーンって普段のストーンよりもすごいキラキラ光るので、せっかくならと思ってこのシルバーのグリッターもフラッシュグリッターを使用してみました。で、フラッシュグリッター、この間のインスタライブのログの動画かなに、普通のグリッターと何が違うんですかとご質問をいただきましたが、フラッシュグリッターはカメラのフラッシュの光を反射したりとか、あとね、普通の時にもいつものラメよりもすごいね、光の反射をキラキラ綺麗に反射してくれるので、とっても光り方が綺麗に見えますという感じかな。写真撮るときにフラッシュ焚いてもらうと特に綺麗にピカって光りますし、普段もいつもよりもキラキラ光ってくれます。ようやくトップジェルを塗っていきます。で、今回はですね、この V カットストーンのところ少しまだ出っ張りがあるので、段差のところは特にしっかり埋め込むようにトップジェルをちょっともったりめに塗っていくので、1本ずつ仮硬化しながら塗っていきます。
それでは最後にノーワイプトップジェルを塗っていきます。これはいつもサロンワークの時に塗っているんですけれども、最後のツヤ出し用のコーティング剤として塗っています。最後にあと一工程です。裏面もコーティングしていきます。今の状態だと V カットストーンがむき出しになってしまっているので、スカルプチャーの部分と埋め込んだ V カットをしっかりとコーティングしていきます。この時に皮膚だったりハイポニキュームにはつかないように塗っています。それではようやく完成となります。片手1時間半なので、両手でトータルと3時間ぐらいですね。いつもよりちょっと時間かかってしまいましたが、こんな感じでキラッキラに完成いたしました。やっぱり普通のストーンより V カットストーン、ジェルに埋め込んでもとっても綺麗ですね。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。